はい、それではね、MF01X の説明書を見ながら、ちょっと喋っていきたいかなと思います。こちらが説明書ですね。もともとですね、TL01 という 4WD シャシがあったんですけども、それの、構造にね、限りなく近いタイプの M シャシの 4WD です。昔ね、タミヤ M4 っていう 4WD の、M も作ったんですけどもね、あまり一般的ではなかったのと、バッテリーもね、ちょっと小さいサイズを積まなきゃいけなかったりとかしてましたんで、あんまり広がりはなかったかなと思います。で、ここら辺はね、いつものパターンですね。で、MF01X の、ポイントとしては、ホイールベースを S、M、L、M シャーシのね、210、225、239のこの3種類に変えられるというのがポイントになります。それと、あと若干ラリー用としてハイポジション、あとツーリング系の部分でローポジションの選べると。これ説明書の方にこのロゴね、これが載ってますので、これをある程度見ながら作ってみてください。で、シャーシの長さに関しては、ボディを買った時ね、スペアボディに買った時に、この数字がね、書いてありますので、それに合わせてこれを作るという感じになります。今回私はビートルを作ったので、この 239L ホイールベースですね。これに仕様にして作りました。で、まずはじめの方は、デフから入りますね。だいたいタミヤのキットデフから入るんですけども、これはもうはるか昔の、M03 とかの、やつとほとんど一緒ですね。このデフはもう密閉型ではないので、どうやってデフを固くすればいいかっていうと、アンチウェアグリスを入れるのもそうなんですけども、ここのワッシャー、このワッシャーの数をちょっと増やして、このビスを締める圧でデフを固くしたりとかするっていうのがやります。だいたいラリーで走りたいっていう場合は、ここら辺ね、ある程度固めにして、前後ともね、固めにしてやった方がラリーとしては走りやすいかなと。あとは普通にツーリングで走る場合はね、フロントちょっと固めにしてリアスルスルにした方がいいかなと思いますね。で、これ、リアのね、構造です。ちょっとね、変わった感じに、プレート、モータープレートをつけるという感じになってますね。で、こちらはベアリング入れる人はね、初めにね、ベアリング入れた方が後でやるのはめんどくさいと思います。で、このスポンジシートとかね、これとかは基本的にはモーターの保護、モーターぶつかる部分の保護の部分とか、あとはあれですね、砂が入りづらくするためみたいな部分もありますね。で、これリア周り。で、ここちょっと忘れがちになるんですけども、リアのダンパーステーの取り付けね。これ後で組み立ててからやってしまうとちょっとできないので、これは先にやった方が、ちゃんとね、間違いなく先にやった方がいいと思います。で、こちらの方も、もしね、オイルダンパーつける場合とかは、こっちに先にピロボールをね、つけておくと。後でね、つけづらいんですよ、圧倒的に。ですので、ここにオイルダンパーをつける場合はピロボールだし、キットのまんまでやる場合はそのまんまでもいいかなと思います。で、メカを乗せます。メカも普通のタイプのロープロじゃなくてもね、普通に乗る感じになりますね。で、ここら辺もね、なんだ変わらないかなと思います。あと、ここのサーボセーバーの部分は、ハイトルク型に切り替えれば、まっすぐね、走るような感じになるので、昔ここにね、ハイトルクサーボセーバーの一番外側のリングを強制的にかまして、それでこのまんまのサーボセーバーを使うっていうパターンもありましたけども、もともとのサーボセーバーのね、型がちょっと多いので、あんまりおすすめはしないですね。あとサーボの固定方法。あとこの固定方法のこのスペーサーですね。このスペーサーを微調整、サーボによって微調整して、高さを変えると。で、最終的にどこに合ってたらいいかっていうと、このシャーシー、これ裏から見てるんですけど、シャーシーの裏のここのちょうど分割ラインと、サーボのビスの頭、ここがまっすぐに来るように、ここの厚みの調整をすると。これも3種類ぐらい入ってますので、それで微調整しながらここの水平に来るように作るっていうのがポイントになります。今回はね、シャーシ後でね、サーボを後でつけるってことはちょっと難しいキットになりますので、初めにサーボをつけなきゃいけないですね。で、フロントのデフはリアデフと同じと。で、これも同じですね。あとここもね、
後でやることができないので先につけてください。こっち側フロントの片っぽつけて片っぽつけ忘れたっていうパターンもありますので、そこも気をつけてください。このバッテリーホルダーね、後で忘れると厄介だ。で組み立てていきます。ここホイールベース S って書いてありますので、 S の場合はこういう感じで組み立てる。で M の場合はこういう感じで組み立てる。このブロックですね、このブロックが S の場合は一番小さいブロックで、その後にちょっと小さいやつとプラスアルファで L になると大きいやつ2つという感じになっております。唯一ね、ここのシャフトが交換しないと S、M、L 変えれないので、ここのね、いろいろ変えたいなと思う人はこのシャフトをね先に用意しておいた方がいいかなと思います。L は 203mm ですね。かなり長いんですけども、これになっております。これもね、ほんと TL01 を思い出させる構造になってますね。ここで初めてシャーシーが取り付けられて、ギアシャフプロペラシャフトをつけるという感じになります。ササンもね M03 とかを作ってる方であればそのまんま変わらないのでね、何も変わらないかなと思います。あともともとこういうの使っているスクリューピンね、これ結構スチールでできてて、この軸のところが結構うっすら錆びてる状態になってるんで、ここにオイルスプレーとか、グリスをつけてねこすってから入れるようにした方がいいかなと思います。でオイルダンパーを入れる場合はここは、はしょりますけども、ノーマルでやる場合は、この状態で組んで、昔ねこのノーマルのダンパーのここにランチウェアをつけて若干フリクションをつけてそれで走らせたっていうパターンもありますのでね、絶対オイルダンパーじゃなくてもいいと思います。特にねオフロードでやる場合とかはね結構砂とかいっぱい絡んでくるったりするので、逆に言えばメンテが楽なこういう方がいいかなっていうパターンもありますね。でこれリアのボールディマウントをつけた感じで、これですね。でこのハイポジションと、この下のローポジションでここのつける場所、ここですね、ピロボールのつける場所と、が変わってきます。要はこの下の穴2つあるんですけども、ローポジションの場合は、下穴でつけて、ハイポジションの場合は上穴でつけるという感じになってますね。それで元々のシャシー状態についてる状態で車高が高く取れるという感じになってます。あとね、このリアアッパーアームね、左側はいいんですけども、右側結構シャーシーに干渉しますので、もしあれでしたら、シャーシーのぶつかる場所軽く削ったり、あとこのロッドですね、このロッドのこのプラのここのほんと先端のここの横の部分だけを削るだけでもだいぶサスが動くようになります。あとはフロントの部分はユニバーサルをねできれば入れた方がいいかなと。もともと C ハブのこのコの字になっているところね、これである程度ハンドル切れないように規制入れてドッグボーンとか外れないようにしてるんですけれども、それがね若干切れる角度が少なくなっちゃうので、そこをカットしてユニバーサルを入れればある程度ねハンドルも切れるようになるかなと思いますね。あとはここに入れるキングピンのボール、これです。ピロボールですね。ピロボールの場所を内側につけるっていうのも切れる量が増える状態ではできます。でフロントもハイポジション、ローポジション、さっきと同じですね。ローポジションは下穴、これアッパーアームも変わりますんで、ね、アッパーアームも下穴で、こちらは上穴、ハイポジション、ローは下、ハイは上と覚えておいてもらった方がいいかなと思います。ここ見るとねよくわかると思いますね。でダンパー組み立ててという感じになります。ここら辺はね今までのその M と同じような感じになってますね。であとこのピニオンストッパーをつけてこのちょうどギリギリにこれ作るんですけど、これ結構重要で、これ適当につけると次のここのはめ込んだ時に見えないんですよね、ほとんどね。だからこれは間違いなくこの距離の適正な場所にしっかりと固定すると、結構ここ開きますので、普通のキットをつけてる普通の今まで作ったやつと同じような感じでつけるとね大体足りないです。あとは長くしてしまうと、ギアケースね当たったりとかしますね。でこちらの方のビスもネジ止め剤をしっかり使って、これオプションでね六角の
ビスがついててしっかりホールドできるやつとかもあるんですけれども、ピニオンのね大きさによってバックラッシュ変えれるんですけど、結構衝撃によってこれずれたりとかするんですよ、緩いと。ですのでここら辺はねしっかり止めるような感じにしてみてください。あとねバッククラッシュ、ここがなかなか見えないんです。ここの小さな穴、これでバッククラッシュの調整をするんですけど、ある程度固定した場合に他の車軸ですねをここの部分の車軸とかを動かすとギアがカン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 と動くので、ここでちょっと動く感じ、要はここでビジビジになってるとダメなんで、ある程度ここを回した時に軽くカッ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 とギアが動くぐらいのクリアランスにして本締めしっかりね止めてください。ここをしっかり止めないと走ってる間ねバックラッシュがずれます。でメカも綺麗にね上に乗せる感じになります。私は外でやろうと思ってるんで、こういうやつをタッパーみたいなケースにねこれを入れて防水をすれば、外のね走りも追従してくれるかなと思います。あとはタイヤは大体ラリーブロックとかね、武者仕様のタイヤとか、ボディによってはねラリータイヤ、10分の1のラリータイヤの方をつけたりとかするパターンもありますね。ジムニーとかそうだったかな。な感じでございます。あとオプションでTA03 のボールデフ、あとフルベアリングという形になってます。でフルベアリングを入れる場合はちょっと気をつけてほしいのが850のフランジが入ってます。フルベアリングキットね。でもともとはキットの方では850の、フランジ付きはないんですよ。でこのフランジ付きがないのにフルベアリングになるとフランジが付いているので、そこら辺は絶対こう内側、シャーシをよく見るとねちょっと切れ込みが入ってるんで分かると思うんですけど、内側の、先にこのフランジを入れて、プラスペーサーを入れてシャフトを入れてピンですね、ピン入れてギア入れてカラー入れてベアリング入れる状態がこういう状態。これをね間違えないようにやってみてください。でさっきのねダンパーね、この元々のキット状態ではこっち側についてるんで、それでさっきすごくめんどくさいっていうパターンなんですけども、この裏側につける場合だとねちょっとクロスする感じになるんで、こっちの表側につけた方がバランスは本当はいいかなと思いますが、そこら辺はね合わせながらやってもらってもいいと思います。はい、それでは今回は MF01X の、組み立て、ある程度ね補足説明も含めてという形になりました。作れる方のね参考になれば幸いだと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。